冷凍 OK。 はい、やってまいりました。この冷凍チャンネル。私は冷凍の専門家、冷凍生活アドバイザーとして家庭で役立つ冷凍テクニックや、冷凍レシピっていうのをお伝えしております。今日ご紹介するのは冷凍ブロッコリーのうまうま塩昆布和えです。はい。冷凍ブロッコリー、皆さん使われてる方も多いと思うんですけども、やっぱ私の中でも冷凍野菜の中でもおすすめなのはやっぱ冷凍ブロッコリーなんですね。ただ皆さんその調理方法で味が美味しくなかったとか柔らかくなりすぎたとかそういったお話も聞くので、今日はですね冷凍ブロッコリーの電子レンジでの調理の仕方の基本をお伝えしつつ、そこにですね、塩昆布と、ごま油を使った本当に食欲湧く一品を作りたいと思います。ぜひご覧ください。どうぞ。はい、それでは作っていきたいと思います。でまずはですね、こちら冷凍ブロッコリーですね。こちらは 200g です。でこれは市販されている冷凍ブロッコリーを使っております。自分で冷凍したブロッコリーでも大丈夫ですね。冷凍ブロッコリーをやはり解凍するときにありがちなのが、やっぱり火をかけすぎて柔らかくなりすぎてしまう、旨味が逃してしまっているっていうことが非常に多いんですね。冷凍ブロッコリーっていうのはそもそも一度火をかけてから冷凍されています。でこれをブランチングっていうんですけども、冷凍前に、軽く下茹でされた状態で冷凍されているので、実を言うと解凍するときに火をかけすぎるとやはり過剰に加熱をしすぎてしまうっていうことですね。ですのでそこを控えめにするっていうことが非常に大事ですね。で今回はですね電子レンジで手軽にやるというやり方をご紹介したいと思います。でまずですね、耐熱ボウルにこの冷凍ブロッコリーを入れまして、でここに水を加えます。大さじ2ですね。この後電子レンジで加熱するんですけども、電子レンジのデメリットっていうのはとても加熱ムラが起きやすいってことなんですね。解凍ムラ、加熱ムラっていうのは非常に起きやすいのは電子レンジの、マイナスな部分なんですね。ですので、ブロッコリーをそのまま電子レンジでチンすると結構加熱ムラ、火がかかりすぎる部分とまだ火がかかってない部分っていうムラがすごい起きやすいので、そこを注意する必要があるんですね。で今みたいにこのボウルに水をかけて、でラップをかけて加熱することで実を言うとこの水が水蒸気になって蒸すような役割になるんですね。ですので電子レンジだけで解凍するよりもこうやって水をかけて電子レンジでチンする、でちょっと蒸すっていうことを再現して解凍してあげると美味しく食べれますね。でこの後このラップをかけます。ちょっとふんわりとかける感じですね。こういう感じですね。でこれで600ワット、3分10秒ぐらいですね、加熱したいと思います。ブロッコリーの量がもっと多くやりたいときは途中で電子レンジの途中でかき混ぜて、でまたやるっていうことをやっていただくとムラがなくできるかなというふうに思います。はい、ではこの状態で電子レンジにかけます。はい、電子レンジでの加熱が終わりました。こういう、状態ですね。でこの電子レンジで加熱する時の注意点は本当に熱々に加熱しないっていうところですね。冷凍ブロッコリーっていうのは一度火をかけて下茹でされてから冷凍されているので、やはり解凍する時に加熱をしすぎるとやはり過剰に加熱しすぎになってしまいます。ですので軽く、加熱をかけて、あとは余熱で溶けるぐらいに設定しておくと一番いいですね。ですのでやりすぎずにちょっと冷たいぐらいかなでもよくて、でそれをちょっと置いとくとその余熱であとは溶けてくれるので、そういうふうに控えめに加熱をするというところが非常にポイントになります。でこの加熱をし終わったブロッコリーですけども、ここに水が残ってますよね。でこの水は捨ててしまいます。でこのブロッコリーだけの状態にしますね。水は均一に解凍するっていうところで役立ったので、あとは捨ててしまって、あとは調味液をかけて完成させるという感じですね。はい。でここにですね塩昆布をかけます。でここにごま油ですね。塩昆布は 5g ぐらいで、ごま油は大さじ1ですね。でこれを全体を混ぜ合わせます。これで完成ですね。めちゃめちゃ簡単ですね。はい、これで完成です。
冷凍ブロッコリーともう電子レンジで加熱して、あとは塩昆布とごま油で和えるだけなんで、もうめちゃめちゃ簡単ですね。夕食の一品追加したいっていう時とか、お弁当に入れる、具材として作るのも本当におすすめですね。はい、それでは出来上がりました。では食べたいと思います。いただきます。やっぱりブロッコリーの食感がちゃんとしっかり残ってるので、食べ応えがちゃんとありますね。ブロッコリー自身の食感とか美味しさっていうのはしっかり残って、でそこに塩昆布とごま油の香り、これが加わることで本当に食欲そそります。もう何個でも食べれちゃうみたいな。これは本当に大人のお酒のおつまみでもいいですし、お子さんにも人気の味かなと思いますね。ですので冷凍ブロッコリーの味付けとしてのバリエーションとしてもすごくおすすめかなと思います。これはぜひね試してほしいなと思います。はい、ということで、今回は冷凍ブロッコリーを使ったうまうま塩昆布和えというレシピをご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。冷凍ブロッコリーを使った本当に5分もかからないレシピですので、本当に手軽なんで皆さんやってほしいなと思います。で皆さん使っていることも多い冷凍ブロッコリーなんですけども、やっぱその注意点っていうのも気をつけていただければと思います。やっぱ冷凍ブロッコリーに、限らずですけども、冷凍野菜っていうのは冷凍する前に火をかけてある、ブランチングということで火をかけてあるので、解凍して使う時に火をかけすぎないっていうこと、これが非常に大事なんですね。もともと火がかかっているのに解凍時に火をかけすぎてしまうと、やはり食感が悪くなったり、うまみとか場合によっては栄養素も抜け出してしまうというデメリットがあるんですね。ですので解凍する時には加熱を控えめにする、ここをぜひ注意してほしいなと思います。で今回は電子レンジでやるやり方をお伝えしましたけども、お湯でボイルするとか、例えばスープにそのまま入れるとか、そういった時にも火をかけすぎないっていうことが大事なので、最後に仕上げの時に入れるとか、とにかく短い時間で、終わらせるっていうところを注意してもらえればと思います。であとはですね、電子レンジっていうのはやっぱどうしても特性上加熱ムラ、解凍ムラが起きやすいので、今回は水を加えてラップをするということで、蒸気を使って、蒸すように調理するっていうやり方をお伝えしました。でこうするとですね、加熱ムラ、解凍ムラが少なく、美味しく食べることができるので、ぜひ試してほしいなというふうに思います。本当に馴染みのある冷凍野菜、ブロッコリー、本当におすすめですし、ここに塩昆布と、ごま油の味わいで本当に美味しく食べれるので、ぜひ試してほしいなと思います。この動画ではこのような冷凍テクニックっていうのをお伝えしてますので、ぜひ他の動画もご覧いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK!